シラフのリュウジです。はい、ということでですね、なんとまだ一滴も飲んでません。皆さん一滴も飲んでないっていうことは、これから皆さん何をやるか分かりますね。そうです、思考シリーズをやります。皆様のおかげで思考シリーズものすごい評判いいです。出したレシピ全部皆さんやってくれて美味しいって言っていただいてるので、だんだんねハードルが上がってきて、僕もねちょっときついですでもですね、一応僕料理研究家なので、美味しいものをね皆さんに届けたいと、その思いでやってますので、今日もねもう頑張ってやっていきたいと思います。今日はね多分ねお待ちかねだと思います。皆さん、今日は至高のハンバーグをですねやっていきたいと思います。ちょっとシラフじゃきついなこの撮影はい、ではですね材料説明いきたいと思います。今日はねたっぷり大きいハンバーグが2つできます。まず牛豚合いびき肉 300g、 玉ねぎ1分の1個、卵1個、バター 10g、 お塩少々、あとコンソメ小さじ3分の2ですね。あと水が大さじ3、パン粉です。パン粉がね大さじ4ですね。はい、で今日ね、ちょっと何が至高かっていうと、ちょっとね珍しいもの使います。ゼラチンです。はい、粉ゼラチン、これ必ずスーパーに売ってます。青果コーナーに売ってますので、粉ゼラチンこれ用意してください。これでマジうまい、ハンバーグになります。でこの牛脂です。はい、牛脂スーパーで、お肉買うともらえるやつ、うちの近くのスーパーだと無料でもらえるんですけど、これを2つ用意します。皆さんハンバーグを作るためにちょっと下ごしらえをしていきます。僕の下ごしらえをしていきます。僕はちょっとこうお酒を飲まないとちょっとね動きが鈍ってしまうので、まず、お酒で僕を柔らかくしていきます。焼酎ですね、4割ぐらいですかね。氷を入れていきます。炭酸ですね、適量です。静かに注いでいきます。はい、こんな感じですね。そしてレモンぶち込んでいきます。これですね。そしたらですね僕に注いでいきます。こうすることによって僕の表情が柔らかくなっていきます。お酒の効果です、これは。はい、じゃあね包丁を使う場面からね、やっていきたいと思います。まずですね、玉ねぎ2分の1個です。まずね、僕の切り方なんですけども、こんな感じでね、やっていきますね。僕ねちょっとみじん切りやり方ちょっと特殊なんですけど、こんな感じでねちょっとずつやっていくんですよ。こうするとね何がいいかっていうとね、細かくなるんですよ、一気にやるより。はい、そしたらね最後、こんな感じで、ここねちょっと粗いんでね少しね刻んでくださいね。で玉ねぎはねちょっと置いといて、あとですね牛脂ですね。牛脂も、後で混ぜ込むのでちょっと、刻みたいんですよ。ちょっとね今日はね柔らかい牛脂だからそんなに刻まなくてもいいかもしれないですね。刻んでおいてください。こんな感じで、あんまりね先に言っとくんですけど、今日のレシピなんですけどめんどくさいです。結構スタンダードに作るハンバーグなんで、ただ抜群にうまいです。それではですねバターをひきます。先ほど細かく切った玉ねぎを炒めていきます。でここに、お塩少し振ります。お塩を振ることによって紅茶かで玉ねぎがね炒まりやすくなるんですね。浸透圧です。健康診断行かないとな。最近ね料理のコメントより僕のことを心配するコメントが増えてきましたね。体壊さないでください。皆さん本当にありがとうございます。僕は知りません。火加減は僕は強火でやっちゃうんですが、中火ぐらいでも全然平気です。はい、このねバターで炒めたね玉ねぎすっごい匂いするんですよ。このすっごいいい匂いを嗅ぎながらレモンサワーを飲んでいきます。ではですねこんぐらいちょっとね焦げ目があるぐらいで僕はやっちゃうんですけども、これぐらい炒まったら大丈夫です。そうしましたら、お肉をこねていくんですけども、ひき肉 300g なんですけども、ここに、溶き卵ですね。はい、牛脂ですね。牛脂がもう手でちぎります。はい、パン粉ですね。はい、パン粉大さじ4ですね。結構入りますねこれね。はい、ここにパン粉にかけるように、お水ですね。お水なんで入れるかっていうと、コンソメスープをね入れたいんですよね。お水を入れることによってね、意外とそのハンバーグ自体がね柔らかくジューシーになるんですね。
ゼラチンです。これなんでゼラチンを入れるかっていうと、肉に中に混ぜ込むと保水するんですよね。だから肉汁が流れなくなるんですよ、ゼラチンを入れると。皆さんなんかそのよくあるじゃないですか、お店なんかテレビとかで肉汁がこんな出てるんですよみたいな。あれって肉汁って肉の内部にあった方がいいんですよ。なぜかというと肉汁食べたいじゃないですか。ああやって流れちゃうと実はね意味がないんですよね。肉汁は肉の中に留まってた方がいいんです。このゼラチンは肉の中に水分をとどまらせる効果があります。なのですごくジューシー、肉汁が出ないハンバーグになるんですね。お塩ですね、少々入れます。今ね僕のチャンネルでは珍しい胡椒、こうやって振るとどうですか。だんだん料理研究家に見えてきたでしょ。ただの酔っ払いじゃないんですよ皆さん。次火を止めてちょっと粗熱取った玉ねぎを入れていきます。はいでこれを入れて揉んでいきます。こねていくんですね。よーく揉んでください。この時注意するのが牛脂が固まってるところとかもあるんで、牛脂をね、ちょっとね、揉みながら分散させてくださいね。あんまり一つのところに固まってても良くないので、肉の全体に牛脂が行き渡るような感じで揉んでいきます。この素手でねもみして、ね、全体に行き渡らせてくださいね。そうしましたらですね、よーくこねたこのハンバーグの種、これをねもう手刀で真ん中に分けます。でかっ。コツなんですけど真ん中くぼませます。なんで真ん中をくぼませるかっていうと、お肉の中心に熱が入りにくいからなんですよこれね。厚さが均一になって中まで、火が通りやすくなるんです。こんな感じですね。水も入ってるのでそんなにね硬いハンバーグではないです。であと残りですね、こうやってね空気抜いてあげてください。こんな感じ、真ん中くぼませて。ではですね、運命の焼き作業に入っていきますね。まず火にかけます。でここでワンポイント、火は弱めにしてください。中火と弱火の間ぐらいでいいです。なぜかというとこのハンバーグなんですけどゼラチンとかいろいろ入ってるんで焦げやすいんです。なので弱火でじっくりやっていくのがコツです。で油もですね本当に少量でいいです。これぐらいです。2口ぐらい。なぜかというと、ハンバーグに牛脂とかバターとかいっぱい入ってるので、このハンバーグ意外と焼くの大変なので僕の火加減覚えておいてください。中火ではない、弱火の中火。ここからですよ、運命のデュエル。かなりね大きいハンバーグなので焼くのに時間がかかるので弱火でじっくり焼きます。これ僕いつもマジで簡単な料理をやってるんですけども、この至高シリーズをなんで作ったかというと、僕がマジでうまいものを少し手間かけても紹介したいからやったんです。これねあんまりツイッターに出してないんですよ。これ YouTube をやって細かいところが説明できるようになったんでこの至高シリーズをやってるんです。なので、本当にうまいものが食べたい人だけ作ってください。でもそんな手間じゃないけどね、僕からしてみると。でね焼いてるんですけど、蓋しながらの方がいいです。蓋すると、中まで火が通りやすくなるので決して焦がさないようにしてください。蓋をして少し蒸し焼きにしたものですね。これが結構ね焦げ目ついてると思うんで、いい色ついてますね。いいですね。裏面もちょっと焼き目をつけて焦げるので早いのでね、慣れてない方は本当に弱火でいいです。これでね多分ねちょっと焦げ目ついてると思うんです。そうなったらお水を入れて、蒸し焼きにしていくんですね。大体今ね 50cc ぐらい入れました。水入れたらこんな感じで。今回は牛と豚の合いびきなのでもう中まで完全に火通さないと危ないので、このやり方で蓋をしながら中まで火を通していきます。それでですね蓋をして 4,5 分蒸しましたがね、そうするとねこんな感じで、どうですか、めっちゃめちゃうまいで、入れた水分はかなりね蒸発してます。こんな感じで。これ大きいハンバーグなんで中に火が通ってるか結構不安なんですよ。なので爪楊枝用意します。これでね中が火が通ってるかどうか
かる。でこの溢れてきた肉汁が濁ってなければいい。肉汁すごい。こっちは多分通ってます。こっちもほぼ通ってますよこれね。でも少し不安なのでもう少しあと1分ぐらいです。あくまで弱火ですね。じゃあこんな感じになりまして、見てください。この流れる肉汁が透明になってきたでしょ。この肉汁、ね、透き通ってきたでしょ。これがね、この肉汁赤くなければいい。火を止めて、うまそうだね。いいですね。最後にここに残ったうまみを使いながら、ソースを作っていきます。まず醤油大さじ2です。今回はね2つ分なので、あとみりんが大さじ2、酒が大さじ2です。味の素なんですけども、今回はね2振りぐらいです。結構うまみ蓄えてますので、火にかけます。好みなんですけど、僕はニンニク好きなので、ニンニクを入れます。大体まあ2人前だと1かけ入れてもいいかな。少し溶かし込んで熱を入れてやる。すっごいいい香りがしてるんですよ。僕はねケチャップのデミ風ソースより、こういう和風ソースの方が好きなので、和風ソースでやっていきます。ある方はお酒をねブランデーとかウイスキーに変えてもいいです。このハンバーグにかけていきます。うまそうでしょ。それでは至高のハンバーグ完成でございます。それではですね、いただきたいと思います。いただきます。うまい。ナイフ入れていきます。これですよ。これソースを拭ってね、いただきます。スーパーの合いびき肉で作ったとは全く思えない。本当にうまいこれ。いやこれやばいでしょ。これ噛むと溢れてる肉汁、本当にうまいです。正直僕このハンバーグを開発した時に、料理研究家無理だったらこのハンバーグでハンバーグ屋さんやろうと思ってたんです。それぐらい自信のあるメニューになってます。肉汁がねとどまってくれてるんですよね、肉の内部にね。これ外で食ったら高いですよこれ。これね今ね真ん中食べたんですけど、ハンバーグのトロの部分ですよ。ここがねもう本当にね中の肉汁が噛むとブワッと出る。僕至高シリーズっていつも言ってるんですけど、これ以上のハンバーグ出会ったことないです。僕が一番うまいと思ったものしか至高って言えないので、このハンバーグはマジで至高です。ちょっとね材料は多かったり工程多かったりするんですけど、本当に美味しい。専門店レベルですこれ。でも自分で作るとすごくねリーズナブルに作れるので、ぜひね焦げやすかったりするので、今回のやり方をちゃんと見ていただいてやっていただいて、最高のハンバーグは目の前です。マジでうまい。ぜひこの通りに作っていただきたいと思います。よろしくお願いします。